皆さんこんにちは。写真家の井上弘樹です。今回の写真表現ゼミのテーマは写真のトリミングと連写について井上の一考察をお話しします。トリミングや連写の可否が鋭い議論の対象となることは写真を始めてしばらくすると気づくものです。そして強く否定する意見が大きく見えてしまって尻込みしてトリミングや連写を控えるという方もいらっしゃるかもしれません。かつての井上自身もそうでした。正直トリミングや連写をすることに劣等感だけでなく罪悪感さえ感じさせられたものです。そこで今回は写真表現の本質は結果にあると考える井上がこれらの可否について少し踏み込んだ分析をしながら意見をしてみたいと思います。今回のお話は作例が少なめでいつも通りの編集をすると井上の顔が多く映りがちになってしまいそうです。また取り上げる話題とそれらに対する井上の見解についてトリミングや連写を否定されるポリシーの方々の中にはカチンとお怒りになる方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回の動画の見た目をマイルドにするために環境映像を垂れ流すことにしました。この映像はキタキツネの巣穴の前にカメラをセットして収録しています。もしかしたらゼミの最中に可愛い子ギツネが出てくるかもしれません。ぜひそんな光景もお楽しみください。まずトリミングに対してよく見かける否定的な意見にはこのようなものがあります。トリミングは技術不足の証拠だとか、画質の低下を招くとか、本来の構造を失うとか、あるいは写真がうまくならないぞとか、こんなこと言われるわけですが、それぞれについて見ていきましょう。まずトリミングは技術不足の証拠だという否定意見から見ていきましょう。これはトリミングは撮影時に正確な構図作りができなかった証拠だという意見です。これについては、そうですね、気にしなくていいんじゃないですか。別に下手くそと言われてもほっときましょう。で、実際にはトリミングっていうのはね、後に創造的自由を提供してくれてるわけですよ。撮影後に最適な構図構成をもう一度考える機会を与えてくれてるわけなんですね。例えば自然の中で動物を撮影するとき、その都度都度一瞬で最適な構図作りをするというのはとても難しいことです。後にトリミングをするということをすれば最終的に最高の構造を作り上げることができます。むしろ指摘されている技術不足をカバーしてくれる心強くそして効果的な役割があると言えるでしょう。こう考えると井上はより良い結果のためにトリミングをしたくなります。次にトリミングをすると解像度が低下して画像が劣化してしまうという指摘があります。この指摘は正しくもあり不合理なところもあるのかなと井上は考えています。というのも現代の高画素カメラはトリミング後も十分な画質を保つことができます。今日の2400万画素から3300万画素クラスのカメラであれば一回り程度のトリミングをしても一般的な用途に耐える高品質な画像が得られます。5000万画素を超えてくると二回りくらいトリミングをしたっていけるでしょう。5000万画素のカメラでガツンとトリミングして3000万画素ぐらいの画素数になった写真が劣化しているというのであれば一般的なデジカメで撮られた写真の多くが使えない劣化したデータということになるんですよ。そんなわけないですよね。トリミングをすることで元の構図が失われるとか撮影時の感動によってシャッターを切っているのにその時の切り取りがトリミングによって変えられたらその時の感動を切り取った写真じゃなくなるなんてことを耳にすることがあります。それらを残したい方はトリミングをしないという選択をするのが良いかもしれません。もっともこの点について井上はトリミングは元の意図を強化する手段だと考えています。撮影時の様々な状況に左右されず後に元の意図との関係で落ち着いて最適な表現が追求できるというのはとても素敵なことなのかなと思います。こう考えると被写体の位置や姿勢、被写体が受ける光など自身でコントロールができない不確定要素が多い野生動物を撮影している井上は撮影時の意図や感動を強化するためにもトリミングをしたくなります。他にもトリミングをすることを前提にとっていると構図作りの技術が向上しないなどとの指摘があります。でもですね、トリミングを活用することによって撮影後に構図の勉強ができて結果的に技術向上につながることも考えられませんでしょうか。例えばトリミングを通じて最適な構図作りを学んで
その学びを次の撮影に生かすことができるというわけです。この意味ではよく指摘されるように、撮影時にも全力で、そして撮影後にも全力で構図作りに取り組むことで、試行錯誤が効率よく繰り返されて写真表現の向上が期待できるのではないかなと思います。井上は今でも老現像時にこの構図にしとけばよかったなと思いながらトリミングをしたり、その反省を反芻させながら次の撮影に臨んだりしています。もっともトリミングが否定されるべきシーンもあります。井上が関与しているところで言えば、カメラやレンズのカタログに掲載する作例です。これらについては機材それぞれの性能を確認できるようにするためにトリミングは否定されるべきでしょう。例えば周辺部の性能がいまいちなレンズがあった時に思いっきりトリミングをしてたら、周辺部の写りの部分についてがカタログ作例で確認できなくなってしまいます。これはちょっとまずいですよね。逆に考えると、そのようなレンズで自身の写真表現としての作品を制作するときは、積極的にトリミングをして画面の中心から周辺までの写りをよく見えるようにしていくということもできるかもしれません。大胆なトリミングをしてよかったなというお話もしましょう。井上は様々な写真作品においてより良い結果を求めて平気でトリミングをします。撮影時にバッチリと構図を決めることができていたかどうか、トリミングをしたかどうかなんて結果を重視する井上の写真表現においてはどうでもよいことです。こちらの写真、この通りかなりトリミングをしています。APS-C クロップだけでなく、そこからさらにトリミングをしています。でもこの写真、アメリカのナショナルジオグラフィック主催のフォトコンテストのネイチャー部門で1位を獲得しているだけでなく、近頃は大きなプリントが現代アートのオークションで取引の対象になっていて、400万円から500万円ぐらいで契約されることもあります。何度も言いますが、写真表現においてトリミングをしたかどうかなんて大した問題ではないのです。最終的にどう見えるかが大切だと井上は信じています。ではここからは連写について見ていきましょう。連写に対してよく見かける否定的な意見にはこのようなものがあります。連写は質の悪い写真の量産原因になるとか、スキルの向上を阻害するとか、セレクトやデータの管理が大変になるとか、一発撮りの美学が失われるのではないかとか、これらについても一つずつ見ていきましょう。まず連写は多くの品質の低い写真を生むという否定意見から見ていきましょう。言うまでもありませんが、連写をすることで決定的な瞬間を逃さず捉えて、最も優れたショットを選ぶことができます。動きが読みにくい被写体を撮影するとき、動きが読めても高速に動いている被写体を任意の場所で写し止めるためには、連写が最も効率が良いことは言うを待ちません。連写せずにパシャッと1枚撮りで成功するまで何度も撮影に挑戦することができるなら別ですが、それは現実的ではないことが少なくありません。井上は効率の良さとまでは言わずとも現実的な撮影を求めて連写をしたくなります。連写をすることはスキル向上を阻害するとして連写を良しとしない考え方もあるようです。連写機能は撮影者の技術を補完してくれるものです。特に動きの速い被写体では連写を使うことで撮影者のシャッターチャンスへの反応速度を超えるようなより良い結果を得ることができるようになります。特定の瞬間への反応速度を高めるために苦労してスキルを向上させることに重きを置くか、カメラの連写機能でそこを補完してもらってより良い撮影結果を得て自分の写真表現へつなげるべきか。井上は練習や修行苦労をしたいのではなくて、自身の写真表現のために特定の瞬間にシャッターが切れていて、そのデータが残っていることに価値を感じるので連写をしたくなります。連写はセレクトやデータ管理が大変として連写を良しとしないという考え方もあるようです。セレクトをしている時間が納品時期や趣味に充てられる時間との関係でないという場合は連写をしない方がいいですよね。当然です。連写をした後にセレクトをするための時間が人生にあるなら、より良い結果を残すためにやった方が良いことは考えるまでもないでしょう。井上はそれぞれの撮影現場において大いに連写をしますが、その後にセレクトする時間があるかどうかによって連写する程度の調整をしています。これは老現像をするかしないかという点においても同様のことが言えるでしょう。データ管理が大変という話については手間とお金がかかりますがなんとかなるものです。年間20万枚から30万枚を撮影してそのデータを管理している井上は確かにそのデータ管理に苦労していますが、その管理と引き換えに連写をしないで素晴らしい瞬間を逃す可能性を高めるなんて絶対にしたくないです。
気にしていないと言ったら嘘になりますが、最終的にローデータを保存することになるハードディスクの価格推移をちょっと思い出しながら、手にしている機材の最高速度で連写をしています。ちなみに井上はそのローデータをシノロジーの大容量 NAS で管理をし始めています。外出先からもアクセスできるだけでなく、スタジオ内のロー現像用 PC との間の転送速度も大幅に速く快適になりました。大容量のデータの管理にシノロジーの NAS、これはね、おすすめです。次に、連写は一発撮りの美学に反するという批判を見ていきたいと思います。確かに連写をせずに最高の瞬間をバシャッと一発撮りで撮ることができるなら素敵です。被写体の動きがそんなに速くなくて、動きが決まっていたり容易に想像できるものだったりするなら、一発撮りで良いと思います。データ量も連写した時のように増えないし、セレクト自体なくなって良いでしょう。とってもシンプルです。ただそうではない被写体の動きが速いとか動きが決まっていないとなると話は別です。神様ではない井上は完全な予測ができないし、素晴らしい反射神経を持ってもいないので、愚直に連写をしてより良い結果を出せるようにしています。特にクライアントからお金をいただいているときは、現場ごとに後の納品までの時間などを考慮しながら、連写が可能な程度、ここでは時間あたりの連写枚数を見定めて臨んでいます。例えば1秒間に30連写をするのか、それとも10連写程度に留めておくのかというね、調整をするんですね。また1枚撮りをせざるを得ない時だってあります。その時は多少のタイミングのズレには目をつぶって乗り切るしかないのです。これは単にどっちが良いのかという話ではなくて、一発で撮るべきなのか、ほどほどの連写をすべきなのか、猛烈にいつもの連写をすべきかのどうかの判断っていうのは、これね、それぞれの撮影シーンにおける様々な要素のバランスの中で決められることなのかなと思います。ここまでは連写を激推しした井上ですが、連写が適さないシーンもあるものです。カメラ内に入れたメモリーカードやバッテリーの残量が減ってきたのに交換せずに撮り続けなければならないときは、連写速度を落としたり、連写自体を諦めて、少しでもその瞬間を撮り残すことができる可能性を高める方法を模索するのが良いかもしれません。またカメラの性能的な制約もあることと思います。7連写したらバッファ詰まりを起こして連写速度が大幅に低下するカメラを使っていたことがありましたが、その7連写をどこでするのか、バッファ詰まりをした後はどう単写で1枚ずつね狙うのかを常に考えていました。かつて井上が出演した情熱大陸の番組の後ろの山場でピンク色の空の下にキタキツネが出現して、それをもう一度撮影しましょうというシーンがあったんですね。なかなか井上はシャッターを切らないでいました。だって7連写したら連写が大幅に速度低下するカメラを手にしていたのだから。でもナレーターの久保田さんが言うんですね。井上はまだ撮らないってね。まるでね、じっくりとその時を待つハンターのような感じですよ。凄みが出てくる感じですよね。今思うと今日の機材を持っていたらね、ブワーッとこう連写して撮っちゃったんだろうなと思うんですよね。そうやって撮ってしまうと、重厚感の緊張したシーンにはならなかったのかなと思います。あれでよかったんですよね。難しいものです。その意味においては、演出的なシャッターの押し方、撮り方というものもあるのかなと思います。いつ撮るんだろうと被写体や周りの方に思わせておいて、おい、いつ撮るんだなんて言った瞬間にバシャリとやるなんてね。これも一つの撮り方だし、伝説のように語られるブランディングにもなることがあるわけです。井上の場合、ほとんどのシャッターの瞬間に他の人が立ち会っていないので、バーッと連写するんですけどね。サイレントシャッターなので、撮影されているキタキツネたちにすら気づかれていないものです。連写した方が良い機材もあって、笑っちゃう話かもしれませんが、オートフォーカス機能が極端に悪いカメラやレンズだったら、下手な鉄砲もなんていう理論で連写してまぐれあたりを期待するのも手かもしれません。連写した結果が全てボケボケということもありますが、何もしないよりはマシです。かつて井上はそんな撮り方をしていたことがあります。また積層型センサーを搭載しているカメラでは、あくまでも井上の感想ですが、大事なのでもう一回言うけど、あくまでも井上の感想だけども、コンティニュアス AF に設定して連写をしていると、1枚目から良い感じの時ももちろんあるのですが、仮に1枚目がちょっと外れていても、ダーッと連写しているうちに修正が重ねられていってピントがバッチリになっていく特性があるように井上は感じています。裏面照射型センサー搭載の場合は連写速度にもよるのですが、1枚目から3枚目、そして5枚目ぐらいまでかな、これぐらいが良い感じで、その後微妙になることが時々あるという印象があります。ですからずっとシャッターをしっぱなしにして連写をするのではなくて、タタタン
タタタンとね3点バーストするようなそんな感じで3連射3連射3連射ってしていくといい結果が得られやすくなるのかなという印象があります。これはあくまでも印象ですよ。これはオートフォーカスが動作して被写体までの距離を測る即興のタイミングやその即興のね実測だけでなく予測計算が含まれる割合など様々な事情によるものだと思います。そう、井上が連射をする理由はここにもあるのでした。いかがでしたでしょうか。今回は写真のトリミングと連写について写真表現の本質は結果にあると考える井上がこれらの可否について少し踏み込んだ分析をしながら意見をしてきました。トリミングと連写は全く否定されるべきではなくより良い結果を目指してやっていくべきだと思います。そして場合によってはトリミングが否定されるべき場合もあるし連写をしない方が良い場合もあるということが確認できたと思います。皆様はいかがお考えでしょうか。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。